こんにちは、TK キャンプです。今回は徒歩キャンプでの挑戦企画になってます。駅からスーパーの寄り道含めて約22キロを歩いて徒歩キャンプするということをちょっと実践してみましたので、その様子をお届けしたいと思います。では本編をどうぞ。はい、とりあえず今1時間経過しました。特に住宅街という感じなので、もうちょっと歩いてみたいと思います。電光掲示板に気温は18度って書いてありますね。ちょうどいいぐらいです。本当にめっちゃ気持ちよくなってきたな。そしたらここをひたすら北上していく感じですね。山に登っていくみたいなので、途中の休憩ポイントでマックスバリューがキャンプ場の最後のところにあるので、そこまで行って休憩したいと思います。ちょうどここでちょっと休んでいこうと思います。喫茶店ヌーベルバーグというところですね。お疲れ様でした。めっちゃ美味しかった。なんかこう老舗の喫茶店みたいな感じでめっちゃ居心地よかったですね。いや、気がついたら結構山奥に来ましたね。あと半分ぐらい、あと2時間ちょいぐらいかな。はい、ここからちょっとまたハイキングを楽しんでいきたいと思います。で、もうすぐキャンプに行くまでの最後にあるマックスバリューがあるので、そこで夜ご飯買って荷物背負いたいと思います。はい、マックスバリュー着きました。ここでちょっと買い出ししてキャンプ場に向かいたいと思います。うわ、果てしなく道が続いている。あと7キロぐらいですかね。1時間40分と出てます。いやー、15キロ超えたあたりからちょっときつくなってきたな。キャンプの前に、コンビニがちょうど中間地点で見つけましたので、そこを最後の休憩ポイントにしたいと思います。いや、めちゃめちゃ歩きがいのある道ですね。ひたすらまっすぐ。白鳥。めちゃめちゃのどかな空間だな。はい。あと500メートルまで来ました。いやー、着くね。22キロちょっと歩いてみた感想ですけど、行けなくはなかったですね。間に休憩を挟めば、問題ないかなと思います。しかも、今回山じゃなくて、普通の道なので、途中にコンビニがあったのがめっちゃ楽でしたね。喫茶店もあったし。そういう意味では、山よりも、普通の街中を20キロ歩くっていうのは、時間さえかければ、そこまで高いハードルじゃないなと思いました。ただやっぱり、重量は、6キロとかベースヘッドにしといた方がいいなと思いました。結局食料で2キロぐらい増えるんですよね。ってなると、大体パッキングで撮影機材とかあるので8キロにしたんですけど、10キロぐらいになっちゃうと、やっぱり肩に結構肩荷重、山と道のミニとかだと来ちゃうんで、ザックを変えるか、それとも、もう少しウルトラライトにした方がいいなと思いましたね。1泊2日だったら大丈夫ですけど、これが連泊3泊4泊になるときついなっていうのが分かったので、いい勉強になりました。よし、あともうちょっと。テントが見えてきましたね。焼きとかあってるからこっちっぽいね。よいしょ。今回目玉はこれですね。まさに UL テントのベストセラー。はい、タープテントを買いました。非常に高かったんですけど、僕の中で、ロングトレイルだったりとか、長い距離を歩くにはすごい理想的なテントだなと思いましたので、ちょっとこれ実際に設営していきたいと思います。はい。
こんな感じで、ガイドラインは左右に一つずつあれば立ち上がるんですけど、このオプションのクロスポールを使えば、自立型になります。で、さらに補強にもなるので、今これ完成形ですね。で、あとはもう自由に、好きなとこ貼ってくださいみたいな感じで、めちゃめちゃペグダウンのポイントが多いんですよ。だから、強風の、稜線とかにも備えたテントにはなってますね。で、ネットでこれが折れちゃったみたいな話は結構聞いたので、ここにもガイドラインがめっちゃ引けるので、2本から引いて、こっちをちょっと引っ張ってますね。こんな感じで、ちょっとどうかなと思っておりますが。はい。で、こことかは、よっぽどのことがなければ、ガイドライン引かなくてもいいか、ペグダウンしなくてもいいかなと思ってます。もしペグダウンしたとしたら、でも、幅が狭くないとダメだな。違った。こういう感じになるのかなと思います。うん。ここまではしなくていいのかなと思いますけどね。中めっちゃ広い。これがこもれますね。うまい。ここが、磁石になって、雨がこう、こういう感じ。こういう感じか。そっか。磁石になってるんで、めちゃめちゃ機能的なんですよね。中もすっごい広いし、一人で使う分には十分。二人はさすがにきついかもしれないですけど、いけなくはないかなって感じですね。で、左右、向こうもこっちも開けられるんで、出入り口が2つあるっていうことと、あとこれ一人で使う分には、ここの中が、広すぎるじゃないですか。で、前室が狭くなっちゃうんで、これよく考えられてるなと思うんですけど、ここを開けると、ここを広くできるんですよね。で、一人分使えばいいじゃん、みたいな感じで、前室が広く取れるっていう。で、インナーを長く広く取りたい場合は、こう引っ張れば、さっきみたいにここをこういう風に広げられるっていう、よく考えられてるなと思いますね。僕は中はそんな狭くていいのかなと思うので、前室を広めにちょっと取っておきましょうか。そしたらこんな感じかな。よくできてる、本当に。すごいな。で、結構天高も高いんで、はい。これでダブルオールになってるってまたすごいですよね。ずっとシングルオールだったから、いや、さすがですね。はい。いや、面白い。メニューできましたので、使いたいと思います。はい、よく。チタンのいい感じで動いてきました。もう本当に、すごい簡単にできるんで、もうできましたね。はい。で、さらにですね、今回のニューアイテムがもう一個ありまして、ずっと美味しかったんですよね。これ旅鉄を買いました。旅鉄750っていう。これですね。これで 260g ぐらいのお鍋なんですよね。これがですね、本当に、レアでですね、なかなか買えないという。で、実際これ鉄なんですけど、めっちゃ軽いんですよね。で、ここからシーズニングをちょっとしていきたいなと思ってます。ということで、ちょっと雨が降りまして、慌てて避難してきました。で、どうやら僕今日乾燥っぽいんですよね。久しぶりちょっと怖いかも。いっか。いや、こんな感じでね、過ごしていきたいなと思ってます。
と雨がね、落ち着くまでやり過ごそうかなと思います。前室も広くて、はい、ちょっと今物退避させたんで、ちょっといろいろと散らかってますけど、十分しのげるスペースがあるなと思います。ここにね、お酒なんかも置いてあるから、ね、テーブルも置いてあるし、お酒もあるんでね、全然、おこもりもできるかなと思います。なんかあったかいんですよね。これアメリカでないと買えないやつなんですけど、こう冬用のインナーテントなんですよね。ちょっともうさすがに早速虫が入ってきてる。ちょっとはたくか。よいしょ。あったかい。OK。じゃあ、鳴らしましたので、この鶏ガラスープを入れていきたいと思います。寄せ鍋を入れていくと。ただ、ラー油をね、固まって。いやー、なかなか火付けに時間かかりました。トピックとしては、だいたい3つぐらいですかね。1つ目が僕のプライベートの話なんですけど、僕プライベートの仕事で、人生で初めて降格になっちゃったんですよね。びっくりしました。なんか何かをすごいしでかしたとかではないんですけど、確かに、去年の数値は悪かったんですけど、部署が変わって、与えられた仕事を、それなりにこなせてたのかなと思った矢先に、やっぱりちょっと役職の仕事に見合ってないから、一回降格してもらうって言われたんですよね。いや、めっちゃショックで、給料も結構下がっちゃったんですけど、お給料も。でも、なんか能登の方を考えると、こう空から見たら、僕みたいな人一人が、たかだか役職一つ降格になったことなんて、本当にもうちっぽけなことだなって思ったんですよね。だからすごいショックではありましたけど、本当にこうやって幸せにキャンプもできてるわけですし、もう一回頑張ろうと思いました。あとヒールドスタイルにすごい行こうかどうかって迷って日曜日、僕普通仕事なんですけど、休み取ったんですよね。それが今日なんです。なんですけど、やっぱり、このテントもすごい買っちゃいましたし、行ったらやっぱお金使っちゃうと思うんで、今回はちょっと皆さんの SNS とかで我慢することにしました。はい、すごい皆さんの動画とか楽しみにしてます。月があんまりうまくいかない。で、最後の3つ目は、僕の夢として、目標として、能登の、1週間ぐらいかけてトレイルをしたいなってすごい思ってたんですね。100キロぐらい奥能登を歩いて一周したいなと思ってて。それでこのテントを買ったとか、そういうのもあったんですけど、休みを取ろうと思ったのが12月だったんですよ。で、12月の石川県の能登って、本当にキャンプ場、ほとんど閉鎖してて、で、野宿っていうのも僕動画で撮りたいなと思ってたので、なんか野宿を進めるって逆に能登の方に迷惑かけたらいけないなとも思ったんですよね。だから慌てる必要もないと思うので、来年の4月ぐらい、キャンプ場のが再開してたら、奥能登ってこんな素敵なキャンプ場があるよとか、こんなに素敵な場所があるよっていう風にして、奥能登にも遊びに来てくださいっていう方が、お役に立てるのかなと思って、断念することにしました。なのでなかなかこう思った通りにいかない、なんか11月ではありましたね。
今日20キロ、姫路駅から22キロか、キャンプ場まで歩いてきたんですけど、そのロングトレイルっていうのをやろうとしたら、だいたい1日20キロから30キロを、1週間ぐらい、5日間から1週間ぐらい歩き続けなきゃいけないんですよ。なんで、まず荷物を背負って、もし、そのテントを使うとしたら、今回新しかったこのタープテントのテントだなっていうイメージでいたんで、今日22キロ普通に歩けたのは良かったですね。でもこれが連続で何日までいけるのかとか、まだまだやっぱり削った方が自分の体軽くなるなってすごい思ったので、ちょっといろいろ考えてみたいと思います。この風防とか結構贅沢ではありますよね。でも今日みたいに小雨とか降ったりすると、すごい便利なんで、ちょっと考えたいとこですね。うん。うわ、これは優勝では。これマジうまうま。出汁も効いててうまい。うまっ。枝もやしも作ったな。鉄だけにこういうのは得意っすよね。おっ。パクッといっちゃいます。うん。風味。いやー、今回ズックの風防と、あとは、チタンディレクターの汎用で、ファイヤーブックミニで、ファイヤーメープルの風防を使ってるんですけど、ここでガードして、リフレクターで反射してなんで、めちゃめちゃ暖かいです。今日もともと18度ぐらいなんで、全然寒くはないんですけど、これぐらいの感じにすると、もうめっちゃ暑いぐらいですね。あったかい。これ結構0度ぐらいまで使えるんじゃないだろうか、このセット。これ重いんですけどね。重いんですけど、やっぱあると風も防ぐし、あったかいしで、いいですね。いや、今日はいい感じだな。おはようございます。TK キャンプです。でも、1、2回起きましたけど、全然寝れましたね。内部空間がめちゃくちゃ広いので、180センチの僕でも頭と足がつかないのと、これすごい、ダブルウォールということで快適でしたね。風にも強いんで、音も全然しなかったです。で、このように中でちょっとタムロすることもできるので、なかなかすごく快適なテントだなと思いますね。すごいよくできてる。ランタンフックもいっぱいあるし、ポケットもあるし、よくできてますね。本当に。感じですね。はい。本当にですね、すごい、ゆっくり眠れたなと。で、やっぱ、山を意識されてる状態もあって、細かいんですけど、こことかも、こういう風に、フックになってて、扉、これがバッと開かないようになってるんですよね。ここまで閉めとくと、非常にやりづらいのかなと思いました。ちょっと灰が飛んじゃってますね。かっこいいですね。いい感じです。五徳とかいらんか。感じや。よし、できたかな。じゃあ、あと、醤油を垂らして。ちょっとかけすぎたから。もういいか。
これで完成です。巻いたんで。はい、そしたらですね、今回の兵庫県夢館のキャンプ場、22キロの冬キャンプの旅でした。非常に楽しかったですね。すごい静かで、いいところでした。では、今回の動画が少しでも楽しかったなって思っていただけましたら、大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと大変幸いでございます。今後はこのタープテントもすごい使っていきたいなと思ってますので、ぜひご期待いただければと思います。それでは、またお会いしましょう。美味しい。